こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回はキャルさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃあキャルさんについて自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、キャルです。今は、フリーランスでフォトグラファーとして活動しています。で、主に建築やインテリアでアウトドアなどゴーアウトとかですかね、主に、撮影させていただいてます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今回紹介させていただくこちらのご自宅が 3LDK ということで、各スペース大体何畳ずつぐらいあるんでしょうか？あちらの部屋が8畳ぐらいで、こちらが15畳ぐらいになります。というわけで、キャルさんのお仕事だったりそのライフスタイルがかなり反映されているご自宅だと思いますので、そのあたりのこだわり詳しくお伺いできればなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずじゃあ最初こちらのダイニングスペースからちょっとお尋ねできればなと思います。こちらのフロアからお伺いしたいんですけど、これは今クッションシートというか、なんか貼られてるんですか？そうですね、ヘリンボーン柄にしたかったのでクッションフロアのシートを購入して貼りました。これ結構時間かかったんじゃないですか？そうですね、家具引っ越してでも一番最初にやったので、割と荷物がない状態でやると楽かもしれません。じゃあその最初に、やれたということで、じゃあちょっとまずここのアイテムから順番にちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、まずこちら左にあるこちらの存在感のある椅子がありますが、これはどちらで購入されたものですか？こちらは、コールマンというブランドで、キャンプでも主に使っているんですけど、リクライニングチェアになってまして、家でくつろぐ時にこれぐらいくつろげて、もうこれでネットフリックス見たらもう起きれません。結構倒れますね。そうなんですよ。なんか最近サウナ流行ってるじゃないですか。でそこでも結構置かれてて、そうなんです。生地がね結構面白い生地で。座り心地とかは？いやもう本当に寝ちゃいますね。これ実際なんかキャンプされる時とか持ってったりもするんですか？持っていきます。結構折りたたみでコンパクトにもなるので、これぐらいに。じゃあそういう機能性もあるというか、移動もしやすいようなそうですねものなんですね。なるほど、ありがとうございます。そしたらじゃあちょっとこちらのメインとなるこのダイニングテーブル周りのお話を聞いていこうかなと思うんですけど、まずこちらのダイニングテーブルから、これはどちらで購入されたんですか？こちらは、オンラインでいき家具さんっていうところがありまして、そちらで購入しました。これはどんなところがポイントで購入されたんですか？そうですね、大きさが結構私仕事でも使うので大きさ大事だなと思ってる部分と、あとはこの木の質感が結構リアルでいいなと思って、ベンチもセットでついてきたんですけど結構いい価格だったんで、値段の割にすごいしっかりしてるなと思って購入しました。4万円ぐらいだったと思います。そしたらベンチと一緒だったらかなりお手頃だったというか、そうですね。わかりました。あとはこちらに2脚、これもキャンプ用の椅子というか、あると思いますが、これはどちらのものですか？こちらはスノーピークのものですね。これも2脚同じシリーズのものなんですかね？そうです。2脚同じシリーズのもので、これもキャンプ用なので折りたたみができるので、とても使いやすいです。じゃあもうこの本当ダイニング周りも基本的には家でも使いつつ、キャンプになったらここも基本持っていくみたいな感じですね。そうなんですよ。だからキャンプに行くとすごい家がスカスカになります。なるほどね。そんな感じです。そしたらじゃあテーブルの上にある雑貨系のものもう少しお尋ねしたいなと思うんですけど。そうですね。私 IKEA の商品が多いんですけど、これも IKEA のものになってまして、こまごましたインテリアも好きなので、お客さん来た時とかこういうコースターを使いますね。これラジオですか？そうです、ラジオです。結構作業中にラジオ聞くことが多くて、今ラジコとかでも聞けるんですけど、結構音がなんていうのか、そのリアルさが良くて、こんな感じで、そうなんですよ。こちらのヨドバシさんとかですごいお安く購入しました。
はい、そういうのも今売ってるんですね。そうなんです。関西だと802とか聞いてたんですけど関東だと聞けなくなっちゃってあ、そうなんですね。はい、今面白いのを探してます。あ、そうなんです。はい、はい、ありがとうございます。あとは下にこちら大きなラグが敷いてありますが、これはどちらで購入されたものですか？あ、こちらも IKEA の商品になります。はい、なんか引っ越してきて最初にさっきもちょっと言ったんですけど、IKEA の商品めちゃくちゃいっぱいあって、これとかこのライトも、まあ、このテーブルもベンチの上に引いてるのも全部 IKEA で購入しました。ありがとうございます。はい。そしたらじゃあそのまんま後ろに行ってこちらのディスプレイの方ですね、はい、ちょっと順番にお尋ねしていければなと思うんですが、はい、物がとにかくたくさんありますねここは。はい、ちょっと好きなものを飾りすぎてしまいましたちょっとじゃあ順番に後ろの植物からちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、はい、まず植物は結構お好きですか？そうですね、一緒に住んでる旦那さんも植物が好きで、そうですね、共通の趣味ってこともあってお互い一人暮らしから持ってきて、はい、いっぱい増えました。ちょっとじゃあ軽くどんな植物なのか、ちょっと順番に紹介していただいてもよろしいですか？はい、この子はモンステラちゃんです。あ、ちゃんとか言っちゃったモンステラです。最初はね2枚だったんですけど、どんどん増えて、結構強い子なのでどんな環境でも育ちやすいのでおすすめです。はい、虫とかも全然出ないので、はい。でその隣のこの子がフィカスになりますね。この子も、最初はちょっと小さかったみたいなんですけど、まあ、旦那さんが持ってきてくれて、結構暖かくなるとこういう感じで新芽がニョキニョキ出てきて葉っぱが増えて毎日見るのが楽しいですはい、身長をもう超えましたもんね。そうですね、高さもすごい大きくなってますね。はい、そうです。あとはなんかお気に入りの植物とかあったりしますか？お気に入りは最近はこの子ですね。これ何の植物ですか？これ実はガジュマルなんですけど、パンダガジュマルっていう名前ですごい名前も可愛いんですけど、ここの木の感じがすごい面白いなってなって2人で引っ越してきてから購入しました。なるほどね。ちなみに普段こう植物を購入される際はどちらのお店で購入することが多いとか、なんか行きつけのお店とかあったりしますか？引っ越してきてからは、まあ、そうですね、いろいろ調べて尾崎フラワーパークさんであったり渋谷園芸さんが多いですね。ありがとうございます。はい。そしたらじゃあちょっとまたこっちの方に戻って順番にアイテムについてとかもお伺いしていこうかなと思うんですけど、はい、まずこのなんかディスプレイをこうするにあたって、はい、なんか自分の中でこだわってることとか、なんか意識されてること、はい、そういったものは何かあったりしますか？そうですね、私やっぱキャンプが趣味なので、そのキャンプのこのアイテムと植物がこううまくなんか調和できたらいいなっていう思いがあって、まあメインでこういう木を使ったりしてます。ちなみにこういう無垢の棚とかっていうのはどちらで購入されてるんですか？こちらはネットでこういうアイアンを作られてる方がいて、でオンラインで購入しました。はい。そしたらじゃあその上のちょっとアイテム、はい、順番に聞いていこうかなと思うんですけど、はい、まずこの質感の面白いこの大きなランプがありますが、はい、これはどちらのものですか？これはね、ペトロマックスっていうところのメーカーのものなんですけど、ちょっとお家ではつけれないんですけど、キャンプに行った際に、はい、よく使用します。結構明るくなるんですか？結構明るくなります。はい。でここの上が取れるので、まあ時間帯によってなんかつけたり取ったり、はい。外すと光が広がるってことですね。そうですね。はい。そういうことか。わかりました。ありがとうございます。はい。そしたらじゃああとはお隣の方にちょっと移動しようかなと思うんですけど、こっちはまたちょっとスチールのラックでまた質感が変わりましたが、はい、このまずスチールラックはどちらで購入されたんですか？こちらもまた IKEA になるんですけど、これ園芸用なんですよ。はい。でなんか私家の中で植物取り入れること多いんで、すごい使いやすいなっていうのと、お値段も
すごい安くて1900ぐらい円ぐらいかなだったと思います、はい、結構そこのコスパもこれは良かった、ね、はい、すごいおすすめですはいはいはい、わかりました。ちなみにこの辺のスチールラックにあるアイテムで、はい、なんかお気に入りの何かアイテム雑貨あったりしますか？お気に入りはこのダルトンで買ったミラーとこのろうそく立てなんですけど、たまたま目に入っちゃって購入する気はなかったんですけど、もう一目惚れしちゃってセットで買っちゃいました、はいはいはい、ちなみにあとは壁面に、はい、ポスターとかそうです、ね、写真ですか、はい、すごいたくさん撮れちゃった、はい、ありますが、はい、この辺りのお写真とかっていうのはそれこそ撮影されたりしてるものとかもあるんですか？いやいや、もう自分が好きな写真を入れてる感じで、結構インテリアの雑誌のものを切り抜いたり、これ美術館に行った時にいいなと思って買ったものを入れたり、これはスノーピークさんのカタログの表紙のやつを、はい、すごいいい写真だなと思って、確かに、はい、本当だ、こうやって近くで見ると確かにそうなんですよ、切り抜きというか、そうでしょう、手作り感がすごいんです。本当だ、そうだったんですね。ちょっとこの辺のマリメッコのこのビジュアルポスターについてちょっとお尋ねしたいんですけど、はい、これはなんかどういったなんかイベントとかのあれですか？そうですね、すごいもう5年ぐらい前ですかね、兵庫県の方で展示会があって、でその時にポスターも購入して、はい、ここに入れました。じゃあ結構何年もずっと飾られてるというかあれですか？はい、この本もあるんですけど、この柄が結構多いんですけど、なんか最近こっちの柄もすごい好きで、はい、でもっとシンプルなのもあったり、結構そのデザイナーさんによってバラバラでいろいろ可愛いなと思って、はい、飾ってます。あとは両サイドお隣にイラストですかね？そうですね。これは同じデザイナーの方のものなんですか？そうですね、こちらはなんかアンティークショップで買ったのでちょっとどなたかわからないんですけど、はい、いいなと思って、はい、2つそうですね買っちゃいました。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、そしたらまたじゃあちょっとお隣の方に移動して、はい、こちらの無垢のね、花のちょっとディスプレイについてお尋ねしたいんですけど、はい、なんとなくざっくりカテゴリー分けというかなんかされてたりするんですか？そうですね、上は好きななんだろう、イラストとか描いてもらったイラストであったりとか、ちょっと家電というか電気製品が多いのかな、カメラが仕事なので、いろんなカメラを置いたり、あとチェキプリンター置いたりですかね。で一番下はちょっと身につける香水とかリングとかそういうのが多くなってます。じゃあちょっとここはカメラの話を少し聞ければなと思うんですけど、はい、ここに置いてあるカメラは普段どういった用途で使われてるカメラなんですか？普段は一眼レフで撮ることが多いんですけど、こういうポラロイドで撮ったり、遊びですね。自分の部屋撮ること多いんでその時に使ったりとかで、こっちも最近フィルムのちょっと勉強をしてて、はい、ちょっと練習してます。ちょっと順番にどちらのカメラなのかとかちょっと詳しくお話をお伺いしてもよろしいですか？はい、こちらが、ミノルタのフィルムカメラになっていて、こちらがポラロイドオリジナルズっていうブランドのメーカーのものになります。この辺はお部屋の撮影とか趣味でたくさんそうですね、はい、思い出を残すように使ってます。わかりました。あとはちょっと下の段に行こうかなと思うんですけど、はい、右の方はすごい香り系のものがたくさんこちらはあるかなと思うんですけど、はい、この辺はお好きでもともと集めてらっしゃるんですか？そうですね、最近すごい匂いにはまってしまって、一番好きなフラゴナールさんのこのちっちゃいやつなんですけど、この香水がすごくいい匂いなんです。ただちょっと日本から撤退しちゃってフランスにしかないんで、フランスの方いたら連絡ください。はい、ちなみに、はい、どんな香りするこれ香水なんですか？もうね、結構女性でお花っぽい匂いなので、今これ持ち歩きにもすごい使いやすいんですけど、はい、これぐらいのサイズですごいいい匂いなので
ぜひ買ってみてください。日本で嗅げないんで嗅ぎに来てください。はい、嗅ぎに来てください。はい。あと最近ハマってるのが、サノマさんっていうブランドなんですけど、この香水ブランドなんですけど、お香を出していまして、はい。であちらにちょっと置いてたんですけど、その匂いもすごい良くて、最近はお部屋でよく焚いてます。ありがとうございます。はい。続いてじゃあリビングスペースを紹介していただきたいなと思います。はい。まずは手前側にあるこちらのワゴンの上にまたこのディスプレイみたいな感じでされてると思うんですけど、これは普段キャンプで使うワゴンというかあれですか？そうですね。キャンプに行くときにここに荷物を入れて、コロコロって引っ張っていくワゴンになります。これもすごいなんかカラフルですね。めちゃくちゃ。そうなんですよ。これはフリークストかなとコラボで、はい、柄がすごいちょっと変わってて可愛いなと思って一目惚れして引っ張って帰ってきました結構じゃあ大容量というか。そうですね。折りたたんだらこれぐらいにはなるんですけど、重たいんですよキャンプ道具って。それが一気に運べるのでとても便利です。はい。で今その上にディスプレイとして電源リールとかも置いてありますけど、まずじゃあこの電源リールからちょっとお尋ねしてもよろしいですか？はい、これブリットさんで購入してモールディングですかねのコードリールになります。で10メートルぐらいあるんで、仕事でカメラやってるんでそれでも使えますし、お家でその延長コードみたいな役割にもなるので、そうなんです。この見た目も可愛いんで、はい、気に入ってます。確かにこれ家の中でもいろんな場所でこれ使えますよね。回せば便利ですよね。はい、すごく便利です。あとはお隣もこちらはポータブル電源ですかね。はい。これはどういった用途で使ってるようなものなんですか？そうですね。こちらも仕事でも使えますし、ロケとかした際にパソコンの充電とかであったり、カメラの充電であったり、あとはでもキャンプでもすごい使えるので。例えばライトとかこのライトもキャンプに持っていくんですけど、タープの下で電気いるなって時にこれを挿せば1泊泊まっても 70% か 60% ぐらいは全然すごいですね。はい、すごい役立ってます。外にいる時電源ないのがあれですもんね。そうですね。今までははい、電源サイトを探さなくてももうこれがあれば、はい、結構役立つのでおすすめです。これちなみにどれぐらいの価格感でこれ買えるものなんですか？おそらくこれが一番小さいサイズになるんですけど、だいたい3万から4万円の間だったと思います。ありがとうございます。はい。で奥に、Go Out の雑誌がありますが、これは普段から定期的に購読されているものなんですか？はい、そうですね。こちらは昔から読んでる雑誌になりまして、で、お仕事でもさせていただいたものになるんですけど、アウトドア好きの方とか、趣味がすごいなんか面白い方たちのおしゃれなお部屋を紹介している雑誌になります。こんな感じで皆さんすごいこだわられている雑誌ですごく面白いので皆さん読んでください。で、この雑誌のお仕事も実際にされてたんですか？そうですね。実際に、私も取材に行かせていただいてます。はい。ありがとうございます。はい。そしたらじゃあちょっとこっちのリビングの方に移動して、まずじゃあ照明ですね。ここに大きなペンダントライトがありますが、これはどちらで購入されたものですか？こちらも IKEA で購入しました。これすごい存在感がありますね。そうですね。結構サイズが小さいのと大きいのの2種類ありまして、すごい迷ったんですけど、部屋の広さ的に、ソファとかも低いので、これぐらい存在感あっても大丈夫かなと思って買ってしまいました。結構夜はこの照明だけで過ごされることは多いんですか？そうですね。基本的にこの照明だけで、過ごして、でたまになんか友達とか来てパーティーみたいになったらここのこれも IKEA なんですけど、これもつけたりしてます。そしたらじゃあ今度こちらの、テレビ側のディスプレイって言ったらいいですかね、ちょっと紹介していただきたいんですけど、まずこちら DIY をされてますよね。こちら DIY で有効ボードを使ってます。これなんか DIY ここした時のポイントというかこだわり何かあったりしますか？こだわりはやっぱテレビを壁掛けにしたかったんですけど、やっぱ賃貸なのでどうしようかなって悩んだ時にこのラブリコさんで、賃貸でも
こういうのができるのですごい魅力的だなと思って使いました。DIY にかかった時間とかご予算ってどれぐらいなんですか？これは1日で確か作ってはい、休みの日に作って、お互い一人暮らししてたんですけど、そこの端材が余ってまた引っ越してきた時に使ったりしたんで、そうなんですよ、あんまりお金かからずできちゃったんですけど、はい、そうだったんですね。そうなんです、はい、そしたらこのかかってるちょっとアイテムについて気になるものを聞いていきたいんですけど、はい、こちらにまずベストがかかってると思うんですけど、これはどちらで購入されたものですか？こちらはスノーピークで購入しました。これもまたなんかアウトドア用というかキャンプ用のアイテムなんですかね？はい、そうなんです。これ焚き火ベストと言いまして、焚き火をしてる時とか火の粉とか飛んだりするんですけど、そんな時でも、穴が開いたりしなかったり、そう強い素材になっていて、ポケットがいっぱいあるので、キャンプって結構なんかテント組み立てるのもいろんなものをここにぶら下げたりするんですけど、すごい便利でおしゃれで可愛いので、はい、購入しました。普通にも普段着でもそうですね、使えますもんね。はい、普段着でも使います。あとはこの右手前の方に、はい、空室ってこの書いてあるキャンプグッズらしいアイテムがありますが、はい、これはどちらのアイテムなんですか？こちらがふもとっぱらのキャンプに行った時にナンガっていうブランドがあるんですけど、そこと加賀見健さんっていう方の、コラボのアイテムになりまして、なんかスマホケースになるんですけど、はい、すごい可愛いなと思って購入しました。もともとはナンガさんは寝袋とか結構あったかくて人気なブランドなんですけど、それがスマホケースになってて可愛いなと思って、はい、わかりました。はい、そしたらあとは一番下の方にスチールのボックスがあると思うんですけど、はい、これは今何を収納されてるんですか？これは、スタンレーさんっていうブランドなんですけど、結構コーヒー飲むのが好きで、キャンプとか行った時に結構こんな感じでコーヒーグッズがいろいろ入ってます。はい、で豆から引くこともあるので、これを引いてでキャンプで飲んだり楽しんでいます。ちなみにこのコーヒー豆とかっていうのは今どちらのこれコーヒー豆なんですか？そうですね、一番お気に入りなのは三和コーヒーワークスさんのものになりまして、前大阪で一人暮らししてたんですけど、お家が近くてこの前また帰った時に買って帰ってきました。ありがとうございます。はい、続いて寝室を紹介していただきたいなと思います。はい、こちらの寝室はまずコンセプトというか、なんかこだわったポイントどんなところでしょうか？こだわったポイントはキャンプと登山をするので、こっちはどっちかというと登山のギアが多いですね。そこをメインで飾ってます。あとは何といってもこちらも一面、DIY をされているということで、そうですね、結構なんか服屋さんとか見に行ってどういう飾り方してるのかなみたいなところで真似したりしてます。この辺のまずキャンプ系のこのギアというかアイテムもちょっと順番に聞いていきたいなと思うんですけど、こちらはまず上に結構この辺帽子とかもたくさんありますが、この辺は登山するときに登山する時にもかぶったり、もう日常でかぶるので、こういう感じで1日1個は多分ないと思います。じゃあ大体帽子かぶってるだけ、結構かぶりますね。はい、なんかこの中でお気に入りの帽子とかお気に入りの帽子は、この帽子で帽子自体は頭さんで購入したんですけど、インスタグラムでこの刺繍をやってる方がいて、で自分の飼ってる犬の写真を渡して縫ってもらいました。はい、で言葉とかも結構自由に入れられて、キャリーパミュパミュさんとか愛子さんとかなんか有名な方もみんなこの方に頼んでもらってて、はい、すごいなんかひげの部分、そうなんですよ。風強い日もひげこんなになってます。はい。でもすごいですね。これ確かに刺繍じゃないと再現できないこのなんかそうですね。毛の流れとか確かに面白いですね。これ。そうなんです。だからなんかね、世界に一つだけの帽子が作ってもらえるので、皆さんもぜひ頼んでみてください。1個下の段か、こちらも、バッグとか、あとはキャンプ系のアイテムたくさんありますが、この辺のキャンプのアイテムでお気に入りのものというか欠かせないものというか、なんかそういったアイテムは何かありますか？そうですね、キャンプでも登山でも
このメスティンっていうのでお米とかも炊けるんですけど、結構登山とかだったら食事を簡単に済ませたいので、レトルトの無印とかに売ってるものを入れてお湯入れて沸騰してみたいなこともできるので、コンパクトにもなって結構そうですね、いろんな方が使われてるかなと思います。ちなみにこの辺の登山バッグって言ったらいいんですか？はい、そうですね。こういうのはなんかこだわりというか、なかったりするんですか？私はブランド大和道っていうブランドのものを使ってるんですけど、いろんな種類がありまして、結構このチャックの部分で色を変えたりとか、ここの下の部分の色を変えたりとか、オリジナルでカラーを選んだりして作れるので、結構山好きな方で使ってる方は多いかなと思います。こういうなんか登山バッグを購入される時のポイントってどのあたりになるんですか？丈夫さは大事ですし、私そんな何泊もしないので、ある程度入ったらいいなっていうのと、あとはこういうところに結構ねドリンク入れるので、収納いっぱいある方がいいなと思って、そこは見て買ってます。ありがとうございます。あとはちょっとベッドの方を少しお尋ねしようかなと思うんですけど、このベッドの上にかかってるこちらもブランケット、これもすごい可愛いデザインですが。ありがとうございます。これはどちらで購入されたんですか？ペンドルトンさんとスノーピークさんのコラボのブランケットになります。何がデザインされてるんですかね？そうですね、なんかこういうなんか変わった幾何学みたいな柄が多いんですけど、そこにおそらくスノーピークさんのブランドのマークが入ってるものになりますね。ありがとうございます。はい、ということでキャルさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後にちょっと軽くお話をお伺いしようかなと思うんですけど、このお部屋のコンセプトを言葉で表現するとしたらどんなお部屋ですかみたいなところをちょっとお聞きしたいんですが、いかがでしょうか？そうですね、好きなものを詰め込んだ居心地のいい空間ですかね。なんか本当に趣味とお仕事が全部お部屋にあるですよね。そうなんです。分かりやすくこうアウトドアというか、やっぱそういうアクティビティというか、やっぱそういうのがお好きですよね。そうなんです。でもこう来ていただいたみんなも楽しんでもらえたらいいなっていう思いもあります。なんか普段こういうインテリアのアイテム買うときに、お気に入りのブランドとか、なんかよく行くセレクトショップとか、なんかそういうものとかって何かあったりしますか？そうですね、でも私の場合は結構いろんなアウトドアショップであったりとかバラバラなんで、これっていう一つは決まってないんですけど、スノーピークさんであったり、これもジャーナルスタンダードさんの、ファーニチャーの部分なんですけど、ファッション系のそのインテリアっていうところもよく見てるかもしれないですね。ありがとうございます。そしたらじゃあキャルさんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思います。私のインスタグラムの方に、日常のこういう写真であったりとか DIY のコツとかであったり、お仕事で撮影させていただいたお部屋の紹介とかもさせていただいているので、ぜひ興味ある方は見に来てください。というわけで気になる方はぜひキャルさんのインスタグラムチェックしていただければなと思います。お願いします。というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいなと思います。ゲストはキャルさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。